ずっと欲しかったものを手に入れた直後に少し冷めるという感覚があります。発売日に買ったゲームが開封したあたりで満足してしまってそのまま積まれていく。何ヶ月も迷って買った時計を1週間後にはもう見ていない。転職に成功した友達が3ヶ月後になんか違うかもと言い出す。手に入れる前が一番楽しかったという話は昔からよく言われます。ただ私はあれは気の持ちようとか秋っぽい性格とかそういう話ではないと思っています。あれには順番があるんです。今日はその順番の話です。のび太という人がいます。説明はいらないと思いますが、彼の22分はほぼ毎回同じ形をしています。ジャイアンに殴られるか、テストが0点か、静香ちゃん絡みで困る、ドラえもんに泣きつく、道具が出る。ここからが本題なんですが、道具をもらった直後ののび太は、割と謙虚なんです。恐る恐る使って、ちゃんと感動して、ドラえもんに感謝までする。それが10分後には必ず変わります。自慢が始まる、独り占めが始まる、ジャイアンへの仕返しが始まる。そして、落ちる。ここで面白いのは、道具の故障や性能のせいで失敗した回は、ほとんどないということです。原作はおよそ1300はありますが、のび太を落とすのはほぼ毎回、道具ではなく、満たされた後ののび太自身なんです。満ちる、緩む、崩れる。この流れを、私たちは50年間、国民的アニメとして見続けてきたことになります。ところで、これと全く同じ設定で、全く違う場所に行った漫画があります。笑い湯セールスマンです。もぐろ福蔵、心の隙間、お埋めします。構造だけ見れば、やっていることはドラえもんと同じなんです。満たされていない人の前に現れて、満たすための道具や力を与える。違うのは、その後です。もぐろの客は、約束を破った瞬間にドーンとやられて、二度と元の生活には戻れません。のび太は何度失敗しても、次の回にはリセットされて、また道具を借りられる。あちらの世界には、そのリセットがないんです。この2つを描いたのが、もともと藤子不二雄という一つの名前で一緒に活動していた2人だったというのは、何度考えても面白い話です。同じ人を満たす装置を題材にして、F は何度でもやり直せる世界を描き、A は一度きりの世界を描いた。そしてもう一人、忘れられがちな少年がいます。キテレツです。F がドラえもんと並行して描いていた作品で、メガネの少年が不思議な道具で騒動を起こすという、見た目はほぼ同じ作りです。ただ、一つだけ決定的に違うところがあります。キテレツは道具をもらいません。作るんです。ご先祖様が残したキテレツ大百科という発明書を読み解いて、自分で図面を引いて、コロスケも工事機も自分の手で組み立てる。で、これは言われてみると不思議なんですが、キテレツにはのび太のような転落の回がほとんど見当たらないんです。道具で天狗になって自滅するという話の型そのものがない。道具は同じ。小学生なのも同じ。違うのは満たされ方がもらうか作るかだけです。ここで3000年前の本の話をさせてください。易経という本があります。占いの本として知られていますが、もともとは古代中国の王や将軍のための意思決定の参考書のようなもので、人間に起きる変化のパターンが64個、順番に並べて記録されています。その64個の中に、体という状態があります。天と地が交わって、すべてが通じて満ちている状態。今の言葉にすれば、全部うまくいっている、です。では、その体の次に何が鍋てあるか、火です。塞がる、崩れる、つまり3000年前の人たちは、全部うまくいっているのすぐ隣に、崩れ始める、置いたんです。例外的な不運としてではなく、次に来る順番として、雨の次に晴れが来るように、満ちた次は欠ける。それを彼らは、戒めというより、ただの観測結果として書き残しています。膨大な数の王朝と人間の浮き沈みを見てきた上での、統計のようなものだと私は思っています。ただ、この体という状態、中身をよく見ると面白いことが書いてあるんです。体は満タンで静止している絵ではありません。天の木が下に降りて、地の木が上に昇る、交わって動き続けている。つまり体というのは状態ではなく流れのことなんです。そう考えると、崩れ始める瞬間がどこなのかはっきりします。流れを止めて手に入れたものを保存しようとした瞬間です。のび太が道具を独り占めしたあの瞬間がまさにそれです。そしてキテレツが崩れないのは、作っている間中、ずっと流れの中にいるからです。この目で今の世の中を見ると、売られているものの多くが、上がり、であることに気づきます。これを買えば満たされます。ここまで貯めれば自由です。このアプリで、今すぐ快適に、広告というのは基本的に、満たされた状態を静止画にして売る商売なんです。でも、満ちた状態は保存できないと、3000年前にもう書かれています。
宝くじの高額当選者が数年で破産したという話をよく聞きますが、あれもお金の使い方が下手だったというより、満ちた状態を静止画のまま保存しようとした結果だと私は思っています。幸せになりたいという時、頭に浮かんでいるのは大抵静止画です。海辺の椅子とか何もしなくていい朝とか。でもその静止画にたどり着いた人から順番に崩れ始める。誰が悪いわけでもなく、順番としてのび太が次の回もまた道具を借りに行くのを学習しないなぁと笑うのは簡単です。でも私たちも新しい機種が出るたびに同じことをやっています。あれは学習の問題ではなく、人間がそういう生き物だという話なんだと思います。ただ、同じ作者がもう一つの答えを先に描いていたことは覚えておいていい気がします。満たされた瞬間より作っている途中の方がずっと豊かだということを、キテレツは最初から知っていた。だから彼だけは崩れなかったんです。